こんにちは、本林です。今日は金物、要はソリッドリング、スプリットリング、フックという金物が入ってきます。その金物についてちょっと説明していきたいと思います。まず僕はいろんなことをする人があると思うんやけど、僕は、一応このリーダーをソリッドリングに結んでスプリットリングをつけて、このスプリットリングで、ルアーを交換してます。まずスプリットリングのことから説明したいと思います。スプリットリング、まずちょっとここ見てください。ここの中にねスプリットリングずっとまとめてます。このちっちゃい普段みんながあんまり使わへんかもしれへん4番5番6番、青文にするんやったらそろそろこの6番小さいとこで7番というところで、普通のダイビングペンシルなんかによく使ってる8番9番で、GT やら超大物というモンスターに使うような10番11番、11番の H という形で今ここに並べてます。このスプリットリングのね、大きさの目安というか、とりあえず守ってほしいのはまずこのフックとの接合部で、これはね、必ず言うてぐらいだいたいルアーメーカーでこのルアーを作った人からの指定があります。このねスプリットリングぐらいのわずかな大きさぐらい変わったぐらいと思うかもしれへんけど、このダイビングペンシルなんかは特にこのバランスが大事なんで、ちょっとここ見ていただきたいと思います。8番のスプリットリングで割り菱の中で、9番のスプリットリングで割り菱の大で、10番で割り菱の大大、11番で特大で、11番の H で1号というこんな大きなものになります。それからこのスプリットリング、この装着するスプリットリングのこのわずかな重さの違いで、このダイビングした時の後のルアーの動き、ミスダイブのしやすさとか、その辺微妙なところで全然動きが変わってしまいます。それから必ず指定された大きさを守るということ、それをまずスプリットリングの大きさの選択としては、やってみてください。次にスプリットリングの指定がない場合どういうふうに考えていったらいいのかということなんですけども、こういう大きさ、リングの大きさとかこの強さというのはね、極端に言うたらね、そのファイトの強さ次第だから、これはこの線形のスプリットリングの強さで選ぶというより、それよりかはかなり大きいもので使っていただきたいと思います。だからだいたいね2号なんかでドラグ設定が知れてたら、この言ったら5番もドラグ設定弱かったら5番も使えるかな、ちょっと気をつけながら。6番はまあまあ大丈夫、ちょっと強めに行きたかったら7番というとこやね。でもし PE4 号ぐらいで、使うなら大体、55ポンドあたりから60ポンドぐらいの強さがあるところですね。ドラグ設定もね場合によったらね、10キロ前後まで上げるような場合やね。そんな時やったらやっぱり最低でもこの8番か、大事にしたかったら9番、を使うということですね。それでもし PE が6号以上でドラグ設定が15キロまでバンバン行くなら、ここから15キロかそれ以上も行きたいというなら、この10番リングの10番11番というところですね。そういう基本的な考え方は、青門を釣ろうと思うならとにかくトリッキーな動きと暴れ方、その魚自身の筋肉のパワーもあるんでね、それよりもかなり強めのものを使うというような意識をしておいていただきたいと思います。それからちょっと番外編を、ちょっと、説明したいと思います。このルアーが、KM工房、これはティンバーファットですけど、このティンバ
の一連のポッパーは、橋本がねかなりこのルアーを作る時にもかなり荒れた海面で、特にあいつがホームグラウンドにしてる佐多岬なんかやったら10メートル以上の風が吹くことなんか当たり前なんで、その中で使いやすいように考えてるんで、このスプリットリングとかね、フックの大きさを変えるとかで重りとしてこれを変えることで泳ぎをいろんな泳ぎができるように幅を持たせてます。それとね、普通のダイビングペンシルでも重りとして考えていって、これで今これ19センチです。これで9番つけてます。でこれで、僕なんかがようやるのは普通の水面、泳がしやすいダイビングさしやすい水面ではこの9番のままでええんですけども、もしこれがね海がね風が強いとかで荒れてきてミスダイブになってしまう時には、これをこの頭のスプリットリングを重りとして考えてリングをサイズを上げます。8番と9番変えるだけでも違います。結局これなんかはシンキングペンシルですね。でシンキングペンシルなんやけど、このシンキングペンシルが、このまま単体で、何もつけなかったら綺麗な泳ぎします。でリーダーが細かっても綺麗に落ちていきます。そやけどね、僕らが100ポンドとかね150ポンドとのリーダーなんかつけてたら、このリーダーの抵抗でどうしてもこう斜めになってしまいます。でそうなるんで、僕なんかは初めからリーダー分の抵抗を帳消しにするように10番をつけてます。そのことによってこれを重りとしてできるだけフォーリングがいくようにします。だからこういうミノーでもそうですね、このしぶきも、綺麗にこのままでは落ちるんやけども、リーダーをつけたらリーダーにどうしても引っ張られてこうなってしもて、こんなフォーリングになる。それから初めからこれをつけてます。こんなわずかなことですごい変わってきます。ぜひともそういうスプリットリングをただの結束用のリングと考えず、一つの重りと考えたりして、そういういろんなルアーのチューニングなんかもやってみてください。間違いなく釣果に結びつきます。次にね、ルアーを結束する時に僕が使ってるソリッドリングについてちょっと説明したいと思います。だいたいこんなん見たら分かるように、ただの金属のただのリング。昔はこれがほとんどはリングのどっかで溶接してある、溶接リングでした。そのリングの時にはね、僕なんかが昔船からですけども、でかいカンパチやら久米島ででかいマグロなんかやった時にね、その溶接リングが開いてしまって魚をばらしたことがもう何匹もありました。そこで僕なんか方法がないかなと思ってしてたのが、溶接せずに金属の板をこんな形でくり抜いて、それを研磨してもらってリングにしたらかなりの強度が出るし、そんな溶接の良し悪しが出たりせえへんと思って、それを、オーナーさんに発案させていただきました。このリングが、5.0 で、5ミリです。これ5ミリで150ポンド、6ミリで220ポンドという、ずっとちょっと見ていただいたあれなんですけど、9ミリではなんと900ポンドも出てます。これがね、変形値、これの力をかけたら変形しますよというだけで、本当の強度は破断強度は強すぎて測定できないぐらいのものができました。それからそれを今はもうずっとこれを信頼できるソリッドリングにリーダーを結んで、スプリットリングでルアーを装着するような形を今は常にしてます。ソリッドリングのね、その使い方、何を選んでいったらいいかという目安なんですけど、こんだけ強いから言うて、この前言った 3.5 が80ポンドもあるから言うて、こんな大きいリングなんかともし合わしたら、小さくて細すぎるんで、ジグが激しく動いた時にこういう風に噛んでしまいやすいんやね。
ここに簡単に噛んでしもたりして、ここで暴れたりした時に噛んで外れたりしやすいんで、強度ではなくある程度のバランス、大きさのバランスとして考えてもらったらいいと思います。だいたいスプリットリングがこういう小さい6番とか7番ならだいたいこの5を使ってもらって大丈夫です。強度じゃなしにバランス的な問題です。この6番7番なら5で、8番9番、僕は8番9番あたりならこの6もしくは 6.5 あたりを使ってます。でスプリットリングがね、10番とかもそれ以上ならね、もう小さくちょっとしたいなという時だったら 6.5 を使いますけど、大体もうこの 7.5 と合わすことが多いですね。この僕が今のとこの釣りで9番を使うことは、9ミリを使うことはもうほとんどないですね。だいたいここまでのところで使ってます。こんな感じでね、これがいろんな魚やら魚の暴れ方やらそんなことがあっても、この中に食い込んでしまって外れるようなことがないようなバランスで選んでください。あくまでも強度ではなく、強度は破断強度が測れません。だから強度で選ぶんではなく、スプリットリングとのバランス感でバランスで選んでいただきたいと思います。結束の仕方に、あとこのスナップ、便利なもんですね。これを開いたら手でワンタッチでルアーが変えれます。ラインのよれを、なくするためにボールベアリングを使いたいという人も、あります。これで、なんと107キロ、236ポンド、こんなちっちゃいのになります。こういうちっちゃな、こんな小さなものでもかなり強度があるものとか、今どんどんいいものが出てます。ある程度プラグに使ってもらうのもいいし、僕なんかがプラグのルアーをテストするときは次々変えて、イメージが次々変わらんうちに次のルアー見たいんでスナップ使います。やっぱりそやけどね、ジグだけはやめといてください。ジグの場合はね、かなり強度があるものでもね、しゃくったりしてジグが暴れることでね、このスナップをね叩いてしまうことが多いんやんね。しゃくってる間に知らん間にジグがなくなるということは起きてしまいます。だからもしどうしてもとにかくルアーを次から次へ変えとうて、そのスナップを使いたいというならプラグには構いませんけど、ジグはもうできる限りやめといてくださいと言うときますということです。これが結束の大体が、全てです。で僕が普段はこんな入れ物にこんな入れてこんなもん持ち歩いてません。これをだいたいこの4つのコンパートメントの中に入れた状態でこれで持ち歩いてます。これでかなりの数入るし、現場でどこででもこれだけやったら、極端な話、豆平からイサキを狙う場合からこれで GT を狙うまで全部これだけでいけてしまいます。僕の結束に対する、ルアーとの結束に対する考え方はだいたいこんなとこです。